入りいただいています。皆うさん、こんにちん。は。ご参加いただきましてありがとうございます。あ、レコーディング今スタートしましたね。みんなよく来たね。あ、早っ。まあ、時間がまだだから、もうちょっとだけ待ちましょう。準備できたよって言ったからかな。はい、みんなよく来たね、お昼なのに。はーい。ありがとうございます。リアクション歓迎です。リアクションはできるだけしてください。リアクションないと、なんだろう。静かなね。静かになっちゃうので。もう、オーバーめのリアクションをぜひともお願いします。わあ、こんな感じで。それはどうかと思いますが。みたい。まあ大体皆さん見えませんからね、カメラオフなんで。そうなんだよそうね。そう。皆さんの状況が分からずね、お話しするってね、あ、結構、あれ、忘れてなかった。 30分開始だよね。30分開始です。はい、あと7分ぐらいあるので。まあ、じゃあ、ウォームアップで、ね。ウォームアップだとあれかな、じゃあ、あれですか、今日の朝の見ました？見ました。朝の何だっけ？今日のセッション。ああ、はいはい、セッション見ました。どうですか？いいしか。うんって感じ。そうね。なんですでに出てた情報とか、昨日流れてた情報とかもありましたけどね。でも、コンパクトにまとまってて、ダイジェストとしては、分かりやすかったなと僕は思ったんですけど。そうだね。まあ、当然プレビューだから、当然まだまだだけどね。そうそう。まあ、この先これがいい、こういうのが機能についたらいいなとかってさ、やっぱ思える状態まで来てるからね。そう。それ考えると結構、まあ、当然まだ完成度はまだまだなんだけどさ。そうなんだよね。これがあったらいいなみたいな考えられる状態まで来てるからね。素晴らしいよねと。大きくは今日の朝のセッションって多分これ夜にも出しますけど、多分一応3つのトピックだったのかなと勝手に思ってたんだけど、拾い忘れてなければ。あ、ゴールドの話出てた？どっかであった？ありました。名前変わったよっていう。メトリックス。まあ、ビバゴールっていうのが出てくるからね。まあ、その名前を変えましたみたいな。かぶっちゃうからってことですよね、多分ね。あとはやっぱ最大のトピックはデータマートなのかな、今回はっていう感じ。そうだね。今年っていうか、今年も約半分化しようとしているけれども、まあデータマートだろうね。なので、今ご覧の方でね、もしデータマートって何ぞやとかね、言葉は聞いてるけどよくわからんぞっていう方は、多分まずはこれ、一番下のね、BRK23 っていうのがセッションコードになりますので、これ今朝やってたやつもオンデマンドで見れるので、これご覧になっていただいて。で、その中でも紹介されてましたけども、この2つですね、マイクロソフトブログの方のデータマートの紹介投稿記事がこれでいけますと。もう1個は、Docs の方の、データマートの、トップページがここにもあるので、これ見ていただけると一通りわかるかなという感じ。香川さん、これもう全部読みました？もう暗記したぐらい。暗記しちゃったの？暗記しちゃった。のそれはないと。あとここになかったけど、パワーオートメイトでさ、使えるさ、コネクターで、パワー BI のコネクターでさ。DAX が実行できるってやつだっけ？なったよね。朝流れてましたね。あれはあれで素晴らしいね。あれはハックする人がいっぱい出てきそうですね。普通に使えると、そもそも DAX クエリが書かないといけないからさ、そこら辺がまず最初ハードルになるかもしれないね。いや、あれはでもちょっと楽しそうだなと思って、どっちかっていうと、開発者寄りの方になるのかなと思いながら、でもちょっと心くすぐられるような。そうなんだけどね、使い方、どういうシナリオで使うかは、人それぞれ全然構わないんだけど、今、現状、データセットとしてさ、パワー BI サービス側にもデータ集められてね、整理されたデータがあるわけだから、そこから取り出して、なんだろう、その例として出てたのも、CSV にし
して、ワンドライフオブジェスに置きましょうみたいなね、うんそんなこともできるかなと。サマライズされたものをさらにサマライズしてね、トピックとして別のところに置いたりすることもできるようになりましたってことだから、結構あれはいいと思うんだよね。そうですね。うんうんそう感じました。なんか、こんな言い方したらあれなのかな。今回は、なんかこう、要点絞って、トピック絞って、なんか全部試してみたいなと思うものが多かったなと思ってて。そうだね。うん。なんか今、で最近出るものって割と試せる状態で出てくるからさ、そうですね、そうですね。それがいいよね。だってね、朝流れてた、要は REST API で DAX、REST API 経由で DAX が実行できるよっていうのは、あれだってプレミアムじゃないんでしょ？プレミアムじゃない。プレミアムじゃなくていい。ねプレミアムっていうか、パワー BI プレミアム環境じゃなくていいっていうね。そういうことだよね。うんいや、あれすごいなと思って。これはよくできてるよ。ね、ちょっとびっくりしました。うん取れるデータに制限はおそらくあるんだろうなと思いながら、なんか今コメントもらいましたね。リンク貼ってくれっていいなみたいな。リンク、そうだねあれリンクあんのかな？石川さんどんなやつ探せる？とりあえず多分今表示されてるリンクを、これか、結構これか。とりあえずそれを貼ってくれば OK、いいか OK、もねみたい OK。な。リンクね。これの情報って、イグナイトのね、セッションの情報でもあるし、あとはそのパワー BI の製品チームのブログを読んでもらうと、それだけでも出てくるので、そうですね今話した内容ってそこら辺から全部話そうしてるんで。ですね。うんはい。と言ってる間に残り1分になりました。 29分。あと20秒で始めまあす。と20秒ね。じゃあちょっと変えます。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。時間ぴったりでいこうね。オンスケでいこう、オンスケで。あと5秒です。融合きっかけでお願いします。はい。時間になりました。それでは始めてまいりましょう。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。コメントで、リアクションおご挨願いしま拶。す。リアクションでもいいよ。リアクションでもいいよ。はい。ありがとうございます。皆さんねは、いたくさんの方が、非常にたくさんの方に入っていただいております。はい。多お昼休みな分、のにね。はい。5000人ぐらい入ってます。ありがとうございます。ということでですね、はい。早速始めていきたいと思います。日本の Power BI MVP が今ディスカッションしておきたいことと題して、このセッションはですね、いわゆるテーブルトピックセッションと呼ばれていて、テーブルトークなんても言いますけども、いくつか、テーマを設けて、それについてみんなで自由にお話ししていこうぜというものです。でただですね、ご参加されている皆さんに関しましては、カメラ、マイク使えません。使える状態にないので、ぜひともね、今、リアクションいっぱいいただきましたけども、何かリアクションでお答え、てか反応いただいたりとか、あるいは何か質問があれば、チャットの方でも構いません。全部拾えるかどうかはちょっとわからないんですけども、何か気になるところがあったら、ご質問いただければと思います。はい。諸注意はこんなところで早速言ってしまってよろしいですかね。わかりました。30分というね、非常に短い時間でございますので、皆さん、ご飯食べられたかな？ご飯食べながらでも結構なんですけども、ラジオ的にね、聞いていただくのもいいかなと思っております。さあ、それでは早速ですが、いきます。はい。で、スピーカーとして、まずね、簡単に名前だけ自己紹介させていただきます。はい。私、今喋っているのが清水優吾と申します。マイクロソフト MVP で、データプラットフォームのカテゴリーですけども、Power BI でいただいているものです。それから真ん中、今、スライド真ん中、加賀さん。皆さんだと上にも映ってるのかな？加賀さんのカメラが映ってると思いますけど、加賀さん、今日はよろしくお願いします。はい。ウィス。それから、石川さんですね。石川陽一さん。よろしくお願いします。はい。お二方も私と同じく、データプラットフォームのカテゴリーで Power BI で MVP をいただいているという3人ともね、同じカテゴリー、アワードです。はい。それではね、続いていきます。今日のアジェンダでございます。はい。
大きくですね、4つ挙げております。さあ、全部終わるのかどうかということですけども、終わることを目指したいですが、それはもうゴールにはちょっとしたくないかなと思ってて、どっかで盛り上がったら、そのままそこに注力することもあるかもしれませんが、そこをご承知いただければと思います。4つ、この1年の Power BI でお気に入りの機能をそれぞれ皆さんに答えていただきたいなということ、それから2番目としてですね、これから Power BI を始める人にどういう順序で皆さんだったら、レクチャーされますかっていうご質問をしたいなと。3つ目として、今後の Power BI で注目しておくべきこと、何かありますかっていうことですね。で、4番目として、これ石川さんが挙げてくださいましたけども、データカルチャーの成熟度を高めるヒントって何かということですね。はい。で、ご存知の方はご存知かもしれませんが、このセッションを始めるにあたってですね、実はスライドで数日前から質問を受け付けておりました。これからでも構いません。今ね、画面に映っている左上の QR コード、もしくは PC で、参加されている方は一番下、画面一番下の URL、ビットリーの URL、短縮 URL がございますけれども、そちら開いていただくと、皆さん質問が書き込めるようになっております。あるいはすでに何名かの方書き込んでいただいておりますので、それに同意しますよ、同調する、私もそれ聞きたいですっていう場合にはですね、グッドボタン、いいねのボタンがありますので、それを押していただけると、質問が上位に上がってきて、我々答えやすいということになっております。はい。それではね、早速行ってみましょう。1個目です。はい。まずですけども、この1年の Power BI でお気に入りの機能ということでいきたいなと思います。よろしいですか？準備はよろしいですか？加賀さん、難しい顔してますけど。はい。準備ばっちりということでいきましょう。はい。でね、もうすでに実はご回答いただいておりまして、3つ、それぞれかな。3つ、石川さん2つ挙げていただいてますね。はい。でまず私から、言い出しっぺなんで私からいきますと、ちょっとね、これ自分で出しておきながらすごい考えたんですけども、やっぱごめんなさい、記憶が新しいっていうことで、はい、フィールドパラメーターを上げさせていただきました。これやっぱりね、これまでレポート僕もいっぱい作ってきましたけども、そうか、やっぱり言われてみたらそれできなかったよなということに改めて気づかされたんですよね。なので、はい。これどうですか、加賀さん、フィールドパラメーター、歓迎ですかね。そうね、面倒なことが割とパパッとできるようになったっていうことだよね。そうですよね。そうこれまでなんか、言われてみたら、確かに今もう使える、一応ね、プレビューで使えるので、これ今使えませんってなったら、確かにかゆいところに手届かなくなるなみたいなのはちょっと感じてて、なのでいいなと思ってます。フィールドパラメータ最高ですって言ってくださってる方いらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、続いて、川さんが挙げていただいた、これ、僕ね、川さんが挙げていただいたのを見て、確かになってすげえ納得したんですけど、パワー BI プレミアムパーユーザー。そうそう。はい、ちょうどね、リリースされてからちょうど1年ぐらいだよ。そうですね。そうですね。ちょうど1年ね。本当にね、これなかったらできないことって結構あるよね。そのコスト的なことも考えてもね。そうですね。で、実際2000何がしじゃない ?2000 円ちょっとじゃないそうですね。2000円ちょっとでここまででやっちゃっていいんですかみたいなね。そうですね。いうぐらいなものだしさ。で、2000円でしょで、皆さんお仕事していてさ、2000円のプラスのコストをかけるかどうかって考えるときにさ、月2000円ですよ。30分お仕事の時間が30分短くなるだけでペイできるわけじゃないですか。できますね。多分これ2000円で絶対お釣り返ってきますよねって僕は思っていて。おっしゃる通り。そう。で、プレミアムってなっちゃうとね、それなりのコストがかかるっていうか、それなりの予算が必要なものになるんだけどさ、年間契約とかっていうことでもないしさ、月々でね、できるから。最高ですよね。思いますね。確かに、いや、言われて僕すげえそう思ったんですよね。確かにこれなかったら、今試せない機能とかね、自分がですけども、いっぱいあるなと思って。で、もちろん僕試すことの方が多いですけども、ユーザーさんにとっては実際にそれで運用されるっていうことになるわけですから、その差って大きいよなって。もう本当全然違う。ですよね。素晴らしい。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。さあ、続いて石川さん。はい。石川さんは挙げてくださったのは、パワーポイントとの統合と、それから例からの列か。そうですね。例からの列が大好きなんで、これ前列からの列って読んでた間違った僕がいたんですけど、今は例からの列で、これなんかやるたびに発見があって、
数値が並んでて、なんか例をこう短くするとかそういうのだけじゃなくて、0から5ってやっただけで、なんかその5単位の範囲でバーッと取ってくれるとか、なんかいろいろ賢いなとか、いつも思うんですよね。まあそう思ってたんですけど、昨日発表されたパワーポイントとのついに統合が出てきて、もう超嬉しくって、もうパワポにレポート貼りまくってましたね、昨日から。大好きになりました。プレゼンテーションにレポートをさ、埋め込めるって、前からあるじゃないですか。でね、僕思ったのは、要はそのレポートにさ、なんだっけ、ラベルがつくでしょ、機密度ラベルとかさ、まあ、そこら辺もあるから、サードパーティーが多分出せない部分なのかなと僕思っていて、で、やっと出したんだなみたいな、やっと出たねみたいなのがあるね。あれですよね、以前、もう何年前だろう、3、4年前からあるパワー BI タイルズって呼ばれているアドインがパワーポイントにあったんですよね。で、今もあると思いますけど、こっちはサードパーティー製なんですよね。そうだね。ただ確かあれで表示できるのって、ウェブに公開してるものじゃないとできなかった気がするんですよね。そうだったっけ。今の今回ね、リリースされるパワーポイントのやつと、まあ、ほぼ同じ動作をしてたはずなんだけど、そうですね。やっぱりね、パワーポイント自体に、まあ、実際にはハードインなんだけどね、やっぱり組み込まれるってことの方が大事なので。いや、とってもいいですよね。インタラクティブにね、レポートが動くっていうのと、より、なんでしょうね、作ったレポートの使い道がちゃんと、これまで画像でペタペタしてたかもしれないけど、そこがちゃんとプレゼンテーションにも使えるっていうこと、データストーリーって言い方を MS はしてましたけども、まさにそっちが強調されてるかなと思います。なんかここだっていうこう絞った状態でその URL 貼れば、共有を貼れば、そこで見えますんで。そうだよね。超便利です。はい。ありがとうございます。いいですね。三者三様。それぞれ、はい。いや、とってもいいなと思いました。はい。で皆さんもね、この1年でなんか最近でお気に入りの機能あったら投稿してみてください。後でね、拾わせていただきたいと思います。さあ、いい時間のペースですよ。次いきます。はい。これからパワー BI を始める人にどういう順序でレクチャーをしますかと。お二方がですね、私も含めてですけども、されるとしたらどういうふうにやったらいいかっていうことです。で、先に私から行かせていただきます。私よく、実際にもこんな感じでやってるんですけども、全くレポート作ったことがない、パワー BI 触ったことがないという方に、ある程度作れなきゃいけない状態に持っていきたいというリクエストをいただいたとき、ユーザー層で構わないんですけども、大体こんな順序でやってますということで、パワー BI のパワー BI デスクトップでチュートリアルできますよねと。でそこでまず簡単なレポート作成を、これみんなで体験してみましょうってやります。で、この時はあんまり説明入れません。とにかくこんな感じでレポート作れるんだよっていうことをまずご体験いただいて。で、その作ったもの、PBIX を徐々に、実はねってこうやってやるとスタースキーマになるんだよとかね、スタースキーマの概念をお話ししたり、そこからさらにね、日付って必要なんだよねっていうことで日付テーブルの話、これ Docs 交えてお話をして、で最後にそこからタイムインテリジェンスっていう考え方があってだなっていうことで、概念と関数の話をちょこっとだけするっていうところで、最近よくやってますという感じです。はい、じゃあ、今度石川さんから先に参りましょうか。はい、私はパワー BI でこう大きな機能でデスクトップとサービスっていうウェブの方とあるんですけど、両方とも無料の範囲っていうのがありますので、もうとにかく触ってみる、やってみるというところを第一番に考えていて、じゃあ使い方がわからないねってなりますので、Docs の中でも Learn っていうコンテンツがありますので、その中にもさらに初級っていうのがあります。でそれをピックアップしてこうやってみると。そしたら、なるほど。サンプルデータとかもありますんで、ということですね。そして3番目に、ですね、ゆうごさんの本ですね。なかなかありがとうございます。ありがとうございます。これを読む。4はちょっとおまけで、私、ユーディミっていうコンテンツを去年10月末に出したので、それもちょっとよかったら見てくださいと。基本的なところですね。ゆうごさんのも入門ですよね。入門なんで。
入門です。難しい話ではないです。ないんですけどね。一歩目の話3、4あって、で、さらにこう勉強を進めていって、みんなきっとここはどうしたらいいんだろうってさらに絶対出てきますというところは、はい、パワー BI 勉強会、加賀さん主催していただいている、本会3ヶ月に1回、あと毎月の分科会とかありますので、そういうところで質問するとか、LT でこうやったことを発表してみるとか、そういった形で取り組んでいくみたいなのがいいかなと思っております。はい、ありがとうございます。あれですね、石川さんも多分アプローチ僕と近いかなという気がしてます。まずは触ってみるっていうところがスタートってことですよね。はい。はい、ありがとうございます。さあ、そして一番長く携わっていらっしゃる加賀さん。いいですね。問題作。問題作じゃないです。なんかね、回り回ってこういうことになっちゃったみたいなところがあって、技術的なこととかね、知識とかってみんなその学ぶ必要っていうのがあるから、そのパワー BI 勉強しますっていう中には、そのパワー BI デスクトップの使い方とかね、パワークエリの使い方みたいなところで捉えちゃうことが非常に多くて、それを覚えたからどうなのっていうのが結構今更ながら僕ももう5年ぐらいやってて思っていて、で、やっぱ話してるとね、そもそも何のためのパワー BI がやりたいんですかと。そういう目的っていうかね、そもそもこの後のトピックでも話す内容でもあるんだけど、要はゴールって基本的にないので、すべてのこと、ユーゴが、こういう順序でやってますとか、石川さんがこういう順序でやっていいよっていう、それはすべてマイルストーンになっていて、ゴールのない、常にゴールがないマイルストーン、ずっとマイルストーンが続くっていう状態になっていて、そんなことを繰り返してたらですね、こんなことになっちゃいましたと。で、BI で何がしたいんですかっていう、やっぱりそこら辺のね、そもそもの目的をちょっとはっきりさせてくださいねということ。で、あともう一点が、パワー BI は可視化ツールですっていう人がいるんだけど、これ実はと正解ではあるんだけど、実は間違いだと。いうところをやっぱり知ってもらわなきゃいけないでしょうと。そこら辺の話も、時間があればどっかでやりたいんだけどね。で、あと、Excel と Power BI っていうのは必ず一緒に使えますからね。かつて脱 Excel で Power BI って言ってる人がいて、ひっくり返っちゃったんだけど、もう本当はそれぐらい大事なことなんで。あとは簡単なところからね、石川さんも言ってる通り、できるところから始めようと。勉強しなければいつまでたってもできるようになりませんよって僕は何回も言っていて。稀に勉強しなくてもできる人は稀にいるっていう、それだけの話。はい。かなみたいなね。確かにね、そういう方でもあれですよね、バックグラウンドというか、バックボーンが先にあったりする方いらっしゃるので、なんか、多分ね、勉強の仕方が全く違うんだと思う。すごいわかります、それ。そう、全く違うんだと思う。本を読んで何か覚えるとか、もうそんなんじゃなくて、もうとりあえず自分の頭の中に入れてくるパターンが全然違う人たちがいて、その人たちと真似をしてもしょうがないんで、真似は絶対できないんで、そうですね。やるんであればできるところから始めましょうねと。いうことかなと。ありがとうございます。さあ、じゃあ、これはこれくらいにして、次いきます。今後のパワー BI で注目しておくべきこと、これもね、僕ね、三者三様でね、面白いなと思ったんですよね。僕はもうごめんなさい、どうしてもね、最新に引っ張られてますね。せっかく出てきたデータマートの使いどころは、やっぱ出てきたんで考えなきゃいかんよなと、思って書かせていただいたのと、あと、今回のアップデート見てもそうなんですけど、ここ1年ぐらい振り返ると、やっぱりね、パワー BI サービス側の機能とか、もともと再学習って僕書かせていただいたんですけど、ご存知ない方結構多いんですよね。そうだね。なので、もしまだパワー BI サービス側よくわからないっていう方は、そこからスタートでもいいし、で、一通り知ってるけど、最近やっぱ機能も増えてる、そこにセキュリティの話もある。で、この1年でかなりそこ強化されているので、そこをまた再学習するっていうことが、今このタイミングだとすごい意味があるんじゃないかなというふうに感じておりますということで書かせていただきました。そうだね。やっぱパワー BI デスクトップだけやっててもちょっとねっていうのが結構パワー BI サービスあってこそのものだからね。そうなんですよ。そうなんだよね。だから利用できるものできないからね。
そうなんです、そうなんです。フル機能ね、利用できるものを使っていきましょうっていうことを思ってます。はい。そしてね、香川さん、香川さんね、僕ね、この回答好きですね。好きですね。そう、すべてのプレビュー機能、すべての新しい機能、納得で割とす。こう、ちゃちゃっと適当に書いちゃった気持ちもちょっとだけあったんだけどね。要はその機能って必ず目的があって、あと理由があって追加されたりとか、でどんどんアップデートされていくわけじゃないですか。で、要は、じゃあ、ユーゴとかね、石川さんがさ、こんな感じの新しい機能ができましたみたいな説明をね、待ってる必要ってないでしょと僕、最近思っていて、はい、いや、その説明、ユーゴの説明を聞きたい、分かったと。じゃあ、ユーゴの説明聞く前に、自分でも試してやってみると。で、そこで分かんなかった、これ分かんなかったな、じゃあ、これユーゴに聞いてみよう、じゃあ、これ石川さんに聞いてみようみたいなね、形になればいいのかな、まあ、そういったイメージですべてのプレビュー機能とか、すべての新しい機能みたいな感じで、ちょっとね、横着してから必要だったんだけど、なるほど。まあまあ、そういうことですね。まあ、触ってみましょうっていうメッセージ付きってことですね。そうですね、触らないと始まらないんですよって。はい、ありがとうございます。さあ、石川さんも若干ね、最新に引っ張られた感がね、ちょっとあるんですけども。特に1つ目、はい。これいいなと思ったのは、データウェアハウスっていうのは、こう DB からこう引っ張ってくれたり、こう社内に各社にいる IT のプロで、DB のプロ、DBA みたいな人が頑張って構築するぞっていうのが、まあ、少し前からの流れだったのが、今度一緒に考えれるのがもう Power BI 内に入ってると、まあ、プレミアムっていうことだったり、プレビュー機能ではありますけど、なので、まあ、これ使ったらどんなことができるのかなとか、さらに考えれる材料がとっても注目だと思ってます。はい、それから、この後のクエスチョンでも出てきますけど、とか、今朝のセッションでもありましたが、データの民主化とかカルチャーっていうのは、やっぱり向き合ってこう逃げてられないと思っていまして、まあ、そういったことは何を意味するかなとか、まあ、そういったことでどういった変化が起きるのかなっていうのを意識するのが、Power BI と合わせて考えていくことが大事だと思っています。はい、もう一個は365の中に黄色いアイコンがデスクトップアプリであり、ウェブであり、次から次へとさらに出てくることになると思います。ライセンス持ってる持ってない関わらず。ということは、この黄色いアイコンっていうのは、パワー BI のアイコンってことですか？ Power BI のアイコンですね。データがちょっとあったらそこに見えて、もうなんか押してねみたいな感じになってくると思いますんで、これを避けているともったいないですよっていうことなので、はい。なるほどね。っていうところに注目だと思ってます。はい。はい。まあ、Power BI のアイコン見たら押そうぜってことですね。そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ続いて4つ目いっちゃいます。はい。これはね、石川さんがぜひとも皆さんに聞きたいということでありました。データカルチャーの成熟度を高めるヒントは、データカルチャーっていう言葉は、マイクロソフトの Docs なんかでもよく出てくる、最近よく出てくる、この1年、2年かなぐらいよく言われている言葉ですよね。セッションの中でも使われている言葉でございます。はい。で、ここちょっと石川さんにご説明いただく方がいいかな。そうですね。ベストプラクティスっていう Docs の Power BI の中のコーナーあります。で、その中に2つ大きなまた目玉いいコンテンツがあって、この導入ロードマップっていうのと、実践計画かな、2つあります。で、この導入ロードマップが考え方をこう育てていこうっていうことがいろんな観点で書かれていて、このデータカルチャーってそもそも何さっていう要素で分解したのがこちらの図で、中身一つ一つに関しても結構細かくいっぱいドキュメントがありますので、まあ、半日ぐらい読めるぐらいのありますということが一つおすすめですと。でそれでもう一つめくっていただくと、その中にデータカルチャーっていうのがあって、成熟度ってどういうことかっていうと、初期段階があって、だんだんその人がその組織とかがこういうことができたらこれはレベル上がったねみたいなことがこう定義されておりますと。その一番最初の初期状態って何かなっていうのは、これみんなが通るよねっていうところだなと思っていて、その組織の中で、BI がですね、一部でもいいんでこれいいねっていうふうになっていると、成功を収めてるっていう状態は、ちっちゃな企業であり大企業であれいるんじゃないかなっていうのが、まず1本目として思っていて、
その先にセルフ BI だ、エンタープライズ BI だっていうことで、よりかっちりやるのかとか、運用はどうするんだとか、そういうことがあるかなと思っていて、最初からどういうチームでやろうとかですね、組織が必要だとか、難しいことを考えてたら本当に進まないので、まずこの一歩目が大事だっていうのも、ちょうどこのドックスにありましたので、引用で持ってまいりましたといったところ、頭出しでございます。ありがとうございます。ぜひともね、今、URL は共有しておいたので、皆さんお時間あるときに見てみてください。さあ、そして、個々人の回答でございますけども、私はですね、これね、とっても広いんでね、一言でまとめるの難しいんですけども、そうだな、組織内での BI の必要性を提示するっていうことを、ぜひとも僕は皆さんでね、ディスカッションしてもらいたいなと思います。さっき、ガガスさんが言ってた、何のために使うのとかね、何がしたいのとかっていうところにもつながる話だと思っています。で、その定義をしながらですね、その後でもいいんですけども、それぞれのロールを決める、これどういうことかっていうと、Power BI にはいろんなユーザーさんが関わるんですよね。いろんな役割の方が関わる。全員が全員レポート作れる必要ないので、私これやります、私これ得意ですっていうのをちゃんと決めて、じゃあ計画立ててやっていこうねって、ちょっとシステマチックなところも必要かなというふうには思ってますということで書かせていただきました。じゃあ続いて、加賀さんの方に参りましょう。加賀さんのね、この独特の言い回し、やっぱね、いいですね。最後に自分記入したからね書きやすかったんだけど、要は人ごとにしないってことですね。人ごとにしないってこと。必ず自分たちで、やるんだっていうね、まず最初の決意が絶対必要。で、必要なんだけど、みんながみんな同じようにできるとは絶対ありえませんから、もうそこは割り切りで、すべての人が同じようにできる、同じレベルでできるようになるってことはありえないって最初から思っておけばいいわけです。で、できない人を取りこぼしなくっていうことじゃなくて、その人たち用のものをまた別にちゃんと考えてあげればいい。それだけの話。で、大概見てて必ずうまくいかないのは、最初から 100% を目指している人たち。これはね、ほぼ間違いなく失敗します。で、要は、そもそもゴールがないとも僕言いたいところなんだけど、ゴールがないところどうやって 100% 目指してるんですかみたいなね。なるほど、なるほど。ちょっとおかしいよねっていうのがやっぱあるので、そこら辺はね、あんまやる、肩肘張ってなんか準備してやってっていうよりはね、とりあえずやるみたいな感じでスタートを切る。さっきちょっと出ましたけど、最初とりあえずスタートを切らないことにはどうにもならないから、そういった意味では、あんまりゴールのことを考えずに、まずはスタートを切る。それがないと先に進まない、高めるっていうところまでいかないよねっていうのがあったんで、ちょっとそんな感じのことを書いちゃいました。ありがとうございます。いや、おっしゃる通りだと思います。とても大事な視点だと思いました。じゃあ続いて最後、石川さんですね。PI の中に見える化とか共有の意味とか自動化の意味があるんだよっていうのは2年前ぐらいの勉強会でカナさんに教えてもらいました。やっぱりPower BI で作ったものっていうのは今 Teams で貼るとかもうとっても手軽になってきてるんで、シェアするっていうことがすごい大事なんで、カルチャーを高めるにはやっぱ見えるところに置いてっていうことをやっていかないとと思っています。でさらに、じゃあ置いといたから見てくださいっていうのはですね、全く合わないんじゃないですかねと思っていて、それを使って、自分ではこう思うとかですね、どう思いますかとか、周りの人と話すとか、っていうことも大事なのかな、そんなふうに思っています。ありがとうございます。今コメントでもいただきました、見てもらうこととっても大事ですよねってこと、その通りだと思いますね。使うためにね。それも見た人も必ず評価をしてあげないとダメ。フィードバックってことですね。必ずフィードバックして。ありがとうございます。さあ、一応ですね、予定されていた回答はこれで終わったんですけども、スライドに回答いただいているものがあるんですが、ちょっとだけご紹介しますね。残り時間との兼ね合いなんですけども、今現状、これくらい3ついただいてます。どうだろう、30秒ぐらいで1個だけ回答できるものありますか？一番上が多いですね、スットゥさんですね。Power BI を社内で一般ユーザーに普及していくにあたり、まずはツールとして使いやすい Excel パワーピボットから進めるのはありだと思いますか？これは加賀さんに聞きましょう。イエス、ノーで。いや、特にないと思うよ。
なかった。必須じゃ絶対ないです。ただ、なるほど、なるほど。オプションとしてうん考えるのはありだと思う。そういうことですね。そう。だから、ダメってことじゃなくてってことですね。僕はこの手を取らないかなっていう。なるほど、なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。でですね、せっかく他を2つもいただいてるんですけど、ちょっとね、お時間の方が厳しくなってまいりましたので、続きはですね、実はこんなこともあろうかとですね、はい。今夜ですね、知らなかったなんだ。ということで、はい、予定調和ですけども、今夜ですね、20時からですね、この続き、多分皆さんもっといっぱい質問したいことあったと思うので、お時間もし許す方はですね、いつものパワー BI 勉強会でですね、20時からこの続きをやります。で、そこではおそらくビルドの歩行というふうにも書かせていただいておりますけれども、今日発表された新機能とかですね、についても、多分石川さんと加賀さんがあふれる思いを話し出すのではないか、あるいはデモを見せられるものがあるのではないか、ね、っていうふうに振っといたら、なんか多分石川さん用意してくれるんで、大丈夫だと思うんですけど。パワポ10枚ぐらいあります。だよね。わかりました。ということで、皆さん、もしお時間許す方いらっしゃいましたらですね、ぜひとも下の URL、もしくは右上の QR コードからね、ご参加いただけるといいかなというふうに思っております。といったところでですね、予定されていた内容、これで全てということになります。石川さん、加賀さん、最後に何かございますか？大丈夫ですか？そうですね。楽しかったですね。はい、ありがとうございます。では、これで終わりにしましょう。はい、あと30秒ぐらいあるか。そうですね、30秒ぐらいあります。まだ。30秒ぐらい。はい。じゃあ、せっかくだから、セッションの評価してもらわないとですね。何？そうだ。セッションの評価はですね、この下にね、この後多分出るので、皆さんリロードしていただいてアンケート出ますので、お答えいただければと思います。はい。それでは皆さん、ありがとうございました。また今夜お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。See you tonight. ありがとうございます。終わるタイミングがよくわからないね。はい。皆さんね、退出していただいて、我々も退出しますので。はい、ありがとうございます。じゃあね、バイバーイ。はい。高橋さん、石川さん、ありがとうございました。お疲れ様です。